こんな感じです。で、これから買い揃える方とかの参考になったらいいかなと思いまして、ポロッと落ちて、水没して、今までの思い出、仕事で必要なデータとか、データも復旧できず。お疲れ様です。今日はサムネにあるように、僕の腰道具の途中経過編っていうのを撮っていきたいと思います。結構ね、視聴者さんとか仲間から、ゆうさんは撮る専門でニックスは揃えないのかとか、興味がないのかとか、いろいろ言われてたんですけど、僕ずっとこの前赤タグを使ってたんですけど、それがちょっとね、穴が開いてきたりかなり長かったんで、やったらもうニックスのバリスティックとか革とか僕も興味あったんで、ちょこちょこ買い揃えてる感じです。こんな感じです。で、これから買い揃える方とかの参考になったらいいかなと思いまして、バッと一気にね、買いたかったんですけど、そんな余裕もないので、もう月に1個ずつこういう風に揃えていってる感じで、正直この辺がまだ未完成です。このスケールサッシとかも、ちょっとちゃんとした付け方が分かれへんから、合ってんのかなっていうね、感じです。腰道具がだいぶガラリと変わりましたね。用途的にも聞いていってもよろしいですか？はい。これはプレートの大きさって種類はあるんですか？これはね、L と通常っていうのがあって、僕はでかい方がこのスケールとかつけれるよっていうことで、インパクトもあるし、初めこれで買い揃えてたんですけども、僕ってサックが多い方らしいんですよ。みんなはこれが2つだけだったり、僕もこれだけで6個あるから、腰道具の専門店ヒーローズレイヤーさんに行った時に、吉田さんの場合だったらちょっとサックが多いから全部 L でいったら後々大変なことになると思いますよっていうアドバイスをいただいて、この辺がミニですね。ミニというか通常なんですかね。大きさだいぶ変わりますね。そうなんです。だから僕ここもちっちゃいのにするつもりです。このでかいのはこれのように、例えばレベルホルダーをここの上に装着するとか、こう延長するビットのやつをつけるってなったら、右折してこの台はまた使えるのかなと思います。コンセプトとしては僕は黒金が好きなので、黒金ってなるように、一応全部アルミで綺麗に揃えてますね。やっぱ革の方がね、インパクトはあるのかなと思うんですけど、どうしても軽さっていうのは僕ちょっと重視したくて、なるべく軽く、どうしても僕の職種が工場での配管触ったりとかが多いんで、どうしてもこう重たいモンキーであったり、ソケットとかもね、これ全部挿してないんですけど、ここにずん切り回しとか、17番とかいっぱい使うんで、これももっとつけてるんですよね、現場では。あとは安全帯もこれにはついてくるし、現場出るときはだいぶ腰が重たくなる感じになる。そうなんですよ。道具がどうしても重たいんで、軽くしたいなっていうのと、結構汚れやすいところなんで、このバリスティックやったら最悪洗えるかなっていうか、みんな結構洗ってるんで。腰洗えるんですね。バリスティックはね、普通に皆さん洗ってるんで、革やったら洗っても乾くの待ったりとか、毎日使うこと考えたら、僕は2個も3個も今は持ってないんで、とりあえずこれでずっと毎日戦ってますね。ちょっと皆さんと変わってる道具編で言うと、それええなって言われるのが、僕ここにレーザー系入れてるんですよ。この神話のやつなんですけど、ここにちょうど入って、例えば障害物があってスケール測りにくいとか、10メーターぐらいだったら1人じゃ測れないんですけども、これをピンとやって、大体この辺から7メーターやなみたいなっていうのを1人でも測れるんで、正確なね寸法を出すときはスケールで2人でやったりしていくと思うんですけど、大体ここからあの辺何メーターぐらいとか、普通に現状とかでもぴょんぴょんぴょんとこれで取っていきますし、これ入れてたら僕は便利で、値段も2、3000円ぐらいやったんで高くもないんで気に入ってます。昔やったらだいぶ高かったのにね。そうなんですよ。60メーターまでいけるやつとか、ボッシュのやつとか高いんですけど、現場でちょろちょろ使うぐらいだったらこの30メーターまでのでいいかなっていう。本気で減調するときはその60メーターとかのやつ持っていくんですけど。で、ここにもう1個だけスケール差しついてるのは、これはね、とりあえず真ん中のスペースが空いてるんで、つけてみただけで、今のところ何も使ってないです。そうなんですよ。だからここは、こうやって、ここに何かつけてる人がおったんで、マネしたのと、これが余ってたんでやったんですけど、いらんかなって感じですね。今は。後々には使うかもしれないってこと。そうですね。後々にこの上のスペースって結構余ってくる、ついてくると思うんで、使おうかなと思ってます。他にこの袋の中に何入れてたりしてるんですか？この中はね、これは基本空にしてます。で、あとは、ヤスリ、僕ら配管とか多いんで、で、鉛筆、電気屋のテスター。いつもはここに検電器も入れてるんですけど、なんか霧とか入ってますね。これ、ほんまの現場帰り、
昨日行った現場のままなんで、常に入れてるのはこういうペン。僕ら CV 線っていう黒い線触るんで、そのまま書けるんで、こういうのとかガチャガチャですねって感じですかね。で次にねちょっと気になったんですけど、これも何に使う感じで？これはね、僕の用途としては圧着作業が電気屋さんやったらみんな一緒やと思うんですけど、結構工事の最終の段階、配線が終わった時に圧着しだすと思うんで、その時はこうやってストリッパーとかを入れてやってるのと、この横のスペースはぶっちゃけ僕ここ穴開けたんですよね。本当はここが閉じてて、こんな状態になるんで、もうポロ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 落ちるんですよ。でも穴開けたれと思って、これにしてから落ちてないんで、こうやって鉛筆マジックとかすぐ取りたいものっていうのを入れてて、ストリッパーであったり、これはピッチマーカーっていうやつなんですけど、こういう薄いものを入れたりしてますし、今僕の携帯がカメラなんであれなんですけど、結構電話鳴ったり復旧作業とかやったら前の工事の状態を見ながらやらないといけないんで、携帯をこうすぐ取ることが多いんで、ここに入れてます。でも結構ガバガバじゃないですか。そうですね。落ちて携帯割れてデータとか飛んだりとかしないんですか？そこは正直気をつけてます。昔僕も落としたことがあるんですけど、どうしてもこうポロってなって落ちたりすることがあって、これに限らずね、ここに入れてたり、こういう携帯ホルダー、ちゃんと閉じてるやつもあるんですけど、結構皆さん職人さん落としてデータがなくなったっていうことを聞きます。僕も昔に、高いところから携帯この辺に僕は多分入れてたんですね。こういうの持ってなかったから、ポロって落ちて処理場の水の上でやってたんで、水没して、携帯はね新しいの買ったら済む話なんですけど、今までの思い出、昔の写真とかいろんな言ったら仕事で必要なデータとかを入れてたんですけど、全部消えちゃってデータも復旧できず、バックアップを取ってなかった僕が悪いんですけど、っていうのでね、職人さんこういう悩み結構あると思うんですよ。でここからちょっと話が変わるんですけど、実はね、そういうデータを復旧する専門のナンバーワンのデータ復旧サービスセンターが、東京の六本木ヒルズにあるんですね。ってことで六本木ヒルズで僕は、データ復旧を体験といいますか、実際どのように置かれているのかっていうのを東京まで取材しに来たんで、このまま見てください。こちらでセキュリティチェック受けていただければと思いますので、お通りください。お願いします。そしたら今から社内の方させていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。ではご案内します。こちらの右側ですねがエンジニアの復旧の作業を行っているエリアで、左側が様のご対応だったりを行っている社員がいるエリアになります。こちらですね、データ復旧のご相談いただいた際に、まずは最初皆様必ず初期診断というのをさせていただきます。こちらがそのイメージで言うと、病院にかかるときにいきなり手術とかしないじゃないですか。まずは検査してどこにが悪いかとか、どういった処置が必要かとかっていうのを見極めてから、だいたい大きく分けて物理障害、論理障害っていう2つの障害に分かれるので、その中でも具体的にはどういった症状が起こってるのかっていうのをエンジニアが直接確認して、費用の見積もりだったり、あとは復旧期間とか復旧作業の内容っていうのをお見積もりしてご依頼いただくかどうかっていうのを改めてご確認いただくっていうような流れになります。これはちょっと認識しなくなったら、普通の方法でデータを乗り出すはできなくなるので、配線方法を経て、紙に直接アクセスしようと。そうですね、まずは今回それにするのはこれタイプで、これはまず真ん中くらいに置いて、手で触っていいんですか？そう、手で大丈夫です。で僕らはいつも先に対象物を温めて、ハンダを流していくんですけど、この場合は先にこっちにつけた方がいいのか？それはどっちでも大丈夫です。やりやすい方法で。だから目的はこのハンダをさっきの黒いのピンのところにつければ大丈夫です。出ましたね。とりあえずついたのはついたけど、先端はこの辺りだと思いますけど、ついてなさそうな感じですよね。ということは1本ぐらい成功したいと思います。どうでしょうか？接続自体はできています。少しデータの転送は今の状態だと結構不安定だと思います。
っていうのはこれが盛り上がってるからってことですか？そうですね、こちらの接続は少し甘いという感じでしたね。しっかり接続している感じで、これは大丈夫です。ありがとうございます。このデータ復旧僕も体験させてもらって、先ほど皆さんも見てもらったと思うんですけど、こんなにもいろんな機材を使って、すごい繊細な、プロの方しかできないというか、プロの方でも何年も経験を積まないとできないような精神を研ぎ澄ます、すごい繊細な作業だと思いました。とりあえず、面白くしたいです。電気屋を。